形あるものはいつか壊れる。壊れたものに再び命を吹き込む。美しき職人技の世界。修理見せます。今回の舞台はこの机の上。修理人が使う道具はピンセット、ドライバー、ルーペに数えきれないほどの専用工具類、そして金属を削る旋盤。今回の見せる修理人はこの方、中島正治さん。中島さんが修理するもの、それは時計。時計を動かしているのは100を超える小さな部品。古い時計の修理は壊れた部品が手に入らないとの理由で断られることが多い。しかし修理人はほとんどの部品を自ら作り出すことができる。止まった時間、動かします。その日も修理人の作業場を一人の男性客が訪ねてきていた。依頼人の蛭間さん。どんな感じなんですか？うちの父の一番上の長男のですね、形見の時計らしいんですよ。もう止まって数年経ってるみたいなんですが、依頼人の叔父が使っていた懐中時計。国鉄に勤め駅長をしていた叔父がいつも仕事中に使っていたものだという。しかし今その針は動かない。去年の12月に父の兄が亡くなって、それの後形見分けでもらってきましたんで、父にとっては非常に大事な時計。父の方も一時期落ち込んだ時期がありまして、動くようになれば、ちょっと形見ということで、ちょっと見ていただきたいなと思いまして。父の兄が使っていた時計を直して父を元気づけたい。その願いが修理人の腕に託された。まずは故障の原因を探すことから修理は始まる。長さ1センチの秒針、直径1ミリのネジ、一つ一つの部品を時間をかけて慎重に分解していく。とにかく一回ばらしてみようっていうようなやり方をしてしまうと、例えばそこにはハンダでついてるような部品があったりとか、取ってしまったら最後後で元の状態に戻せないような時もあるんですよね。修理人の手がある箇所で止まった。添付と呼ばれる時計の心臓部。依頼人の時計はここが動かなくなっていたのだ。添付はゼンマイから伝わったエネルギーを規則正しい速度に変換するペースメーカーの働きをしている。その回転を支えているのが転心と呼ばれる軸。先端の直径はわずか 0.01 ミリしかない。調べてみると、依頼人の時計はその転心の先端が折れていた。こうなったらもう作り直すしか手はない。しかし転心の大きさはアリよりも小さいおよそ5ミリ。これを修理人は手作業で作り出す。用意したのは1センチほどの鋼の棒。旋盤に鋼を取り付け、
顕微鏡を覗きながら刃物で100分の1ミリずつ削っていく。技術的な理由で、お断りしなきゃいけないケースっていうのをなるべくゼロにしたいんですね。愛着があって修理出されてる方が圧倒的に多いですから、採算倒れになろうと何しようと作ろうということで今まで作ってきてますし、実際できないからといってお返ししたことは一度もないですね。ちょっとした手の震えや石の油断で、そこまで来た全ての工程が全部なしになりますから、知らないうちにやはり呼吸は小さくなったり止まったりしてますけど。およそ2時間後、新しい転身が完成した。新たに作り出した転身に元の部品をはめ込み、再び添付を組み立てる。これにほんのわずかでも重さの偏りがあると時間が狂ってしまう。バランスが悪いと回してみても同じ方向に回り続けない。下になって止まった重い部分のネジを抜き取り、内側を削って軽くすることで重さを均一にしていく。もう本当に、ほんのちょっと取ったか取らないかっていうようなことを繰り返して最終的にはバランス取るっていうことになりますよね。時間のかかる作業ね、結構。重さの偏りがなくなるとこの通り美しく回り続ける。いよいよ組み立てが始まる。40年以上前に作られた時計に再び命が吹き込まれていく。組み立てる時に重要なのが油。針先につけるわずかな油の量が時計の精度を左右する。量が大量に必要なところと、大量に入ってはデメリットにしかならない部分といろいろあるし、それは時計の寸法ですとかその設計によっても随分違うので、数年間動かなかった時計がゼンマイを巻き上げると軽快なリズムを刻み始めた。仕上げは誤差の修正。機械で測りながら時計をどの向きに傾けても誤差がなくなるように微調整を繰り返す。そして持ち主を失い止まっていた針が新たな時を正しく刻み始めた。転身の先が折れて動かなかった添付も心地よい鼓動を取り戻した。時計屋として、いわゆる時計屋冥利に尽きるっていうのは時計は喜んでくれませんから、時計をお持ちになった方が素直に、喜んで、いただけるっていうのはね、一番嬉しい部分ですね。修理された時計が依頼人蛭間さんのもとへと送り届けられた。よく治ったよね、綺麗にね。治った。これやっぱり兄貴のその時のあれがよみがえったなっていう今の感じですね。はい。で明日行くんですよ。お盆だから。なんでこれ持ってまた
のやつもらったけど動いたよと、溜まってたやつを思ったよ、持ってって見せようかなと思ってね。いい音。思い出とともに新たな時を刻む。